さあ、というわけで、今日はね、先日年末に出した僕のキラーティア表なんですけど、英語コメント欲しいなって思って、全然やっぱ拡散されなかったんで、ヘンズさんにちょっとこれ見てくんないっつって動画送ってみたんですけど、なんとありがたいことに配信で見て動画にもしてくださいまして、おかげさまでたくさん英語圏の方のコメントがついたんでです。まあ、これを見ると、我々との感じ方の違いがすごくわかるんじゃないかというところですごい面白いんでですね、みんなでコメントを見たりしていこうと。で、今回は一旦僕の動画につけてもらったコメントをバッと見ていこうかなと思うんですけど、固定コメントに動画リンクしておきまして、ヘンズさんの出してくれた僕のティア表動画をみんなで見てる動画のコメントの方が数が全然多くて、みんな面白いコメントがされてるんでですね、そっちも余裕がある人は見てみたら面白いんじゃないかなと思いますと。で、なんか僕がもうすでにチェックして返したやつとそうじゃないやつがあるんで、ちょこちょこ見ていこうと思うんですけど、シンプルに違いが多くて面白いよ、ありがとうみたいなコメントくれる人が多いな。こういうのちょっと普通にありがとうって返しとこう。ヘンズさんが見てくれました。面白かったですっていう感じだね、これは。EU から見てます。ありがとう。あ、この人面白かったね。アーティストプレ100まで使ってる方のコメントでした。西洋だとアーティストは A プラス層とみなされてますが、アーティストが C であることは私にとっては理にかなってますと。彼女は多くの時間と努力を費やさなければならないキラーであり、可能性を最大限発揮したとしてもポテンシャルか、バックウォータースタンプ、警察署、忘れられた遺跡、ギデオン、ホーキンス、ロッカーを使用する生存者の特定のマップは非常に簡単に彼女をシャットアウトできます。私はアーティストに1000時間以上費やしました。彼女は私にとって初めてのプレ100キラーです。それでも私は、ダメだと思うゲームがまだまだあります。なるほど。いや、俺の感覚もこれなんだよな。やってることは強いんだけどっていうね。僕も、能力は強いと思うし好きなんですけどねって返しといた。EU から来ました。ウエストティアリストよりもこっちのティアリストの方に共感しますと。ほう。リッチとシンギュラリティは非常に強力なキラーであり、西側では過小評価されていると思います。あ、そうなんだ。リッチとシンギュラって強いと思われてないの？マジ？シーソーには潜在能力の高いキラーがたくさんいますが、現実的に平均的なプレイヤーが手にするとそれほど強力ではありません。ハントレス、ビリー、ウェスカーなど、この辺、そう、俺こういう感想なんだよな。飛び抜けて上手い人はそれは強いんだけどっていう。個人的にはレースはもう少し低く、ゼノモーフとアーティストはもう少し高くてもいいと思います。ただし、ゼノモーフのトンネルの湧き方かなこれ。と、アーティストのマップの依存関係が確認できます。ありがとう。割とわかるって感じの人だったね。これ、Google 翻訳くんじゃなくて、チャット GPT 翻訳くんに放り込んでみるか。ほぼほぼ正確だな。返信しとくぜ。なんで日本人っぽい人が英語コメントしているんだろう。チェイス能力以外が過小評価されがちじゃないっていうコメントしてるけど、そのロジックだとヒルビリーはカニバルよりもはるかに上じゃないか。ウエスカーとゼノモーフも機動力とチェイス力あるし、でも C と D にあるよねって言ってるね。まあそうだね。この人は、ウエスカーメインの方かな。でね、なんか全体的に見てた感じ、僕の動画もそうなんですけど、ヘンさんの動画にも、やっぱ、だいぶ開きがあるというか、差があるって感じる方が多かったのは、僕のウェスカーとヒルビリーとアーティストの評価がちょっと低すぎないっていうのが多くて、確かにキャラパワーだけ見たらもうちょっと上げてもいいっていうのは僕もすごい同意なんですけど、ヒルビリーはめっちゃ評価高い人が多いんだが、なんか実際アジア圏のサバイバーのヒルビリーのチェイスの慣れ方と、あと本当に極まってるヒルビリーアジア圏でほぼ見たことがないっていうことと、実際自分が使うとそんな簡単に極まるキラーじゃないっていう要素ねをいろいろ加味すると、なんかちょっとチェーンソーにこだわってチェイス下るだけで一気にティア下がっちゃうなっていうのが俺の感想なんで、あんまりヒルビリー高く置いてないっていうのはそういうとこだね。で、アーティストはちょっとやっぱマップ依存ありすぎなので、能力が強いのは分かってるけど下げてますっていう評価で、ウェスカーもな、確かにアジア圏で極まってるウェスカーあんまり出会ったことないんで、本当に極まってると確かにチェイス力はあるキラーだし、なんかすごいね、細かいテクニックがあって、壁をすごい滑ってスライドするハグテックみたいなのもよく使われてたりするんで、そういうのも使われるとチェイス力は思ってるよりは高いと思うんだけど、それを加味してもちゃんと予備動作取ってしっかり釣り数散らしてくる人たち相手に、このマップでも通電を阻止できるほどのパワーがウェスカーにあるかと言われると、俺は甚だ疑問だなって正直思いますね。はいっていう感じかな。ほんでこの方は
かなり異なるティアリストですねと。ユニークなティアリスト。ナースとブライトが即座に一斉に配置されているのを見て驚きました。彼らの支配力が世界共通だと知ると面白いです。まあそこは一緒なんだね。私自身様々なキラーを使って異なるプレイスタイルを試してますが、西洋のプレイヤーがチェイスやキラーを妨害する能力に重点を置きがちというのは同意しますと。私は勝敗をあまり気にせず、上手いサバイバーといい試合をしたり、面白い構成を試したりする方が好きです。個人的な経験から鬼とヒルビリーはもうちょっと上位に配置されるべきだと思います。私が対戦する多くのプレイヤーはこれらのキラーでのチェイスに特化していて非常に熟練しています。鬼とヒルビリーを上手い人が多いよってことかな。同じことがハントレスやリージョンにも言えますが、こちらはそこまでの度合いではないかもしれません。意見を聞けて楽しかったですと。ニュージーランドからということで、丁寧なコメントありがとうございます。ヘンズさんもね、なんか僕の動画紹介してくれた時に、コメントをリスペクトを持ってしてねみたいな一言添えてくれたんで、すごい丁寧な人が多くて、ありがたいなと思いますね。まあみんなも、ヘンズさんの動画にコメントするときはリスペクトを持ってコメントしてください。ぜひ。でも交流がコメントでなされてるのはすごい楽しいね。ここについてるコメントだと、常にこうだったわけではなくて、ブライトやナースはもっと下位に位置づけられてた気がする。JP 対 NA あるいは EU との試合が行われてた際に彼らのポテンシャルに気づいたんじゃないでしょうかということで、そんなわけではないな。別に。日本の方のコメントだけど、ヘンズさんの方のコメント欄見てて思ったのが、チャッキーがトップ5になるぐらいの評価だったのがジョークじゃなくて本気だったんだなっていうのが一番の学びがありました。あ、そうなんだよね。ヘンズさんの方の動画のコメントも僕もちょくちょく見たんですけど、チャッキーが僕の評価がめちゃめちゃ低いのは、あ、前回の弱体化がやっぱすごい刺さったんだよなーって思って聞いてたけど、アジア圏ではもともと評価が高くないって聞いて、えって思いましたみたいなコメントがめっちゃあって、ほんとその通りって感じだよ。チャッキーはトップ5でした。なぜならサバイバーがどれほど優れていたとしても、ほとんどのループで彼のパワーによるヒットが基本的に保証されていたからです。そんなことないよなーって思うんだけどね。まあ、1対1強くはあるけど、別にどんなポジションでも能力使えば一発殴れるって決まってるほど強くないし、まあ、できたとしても巡回に能力使えないから結局通電はするよね、みたいなのがアジア圏の評価だよな。ナースとブライトは誰もが同意します。強すぎます。私はウェスカーメインで最近のナーフにより A ティア内に下がりましたが、EU では通常彼は A ティアにいます。こんなに下にいるのを見るのはとても変な気分ですと。EU サーバーで見ることができるように変通共有していただきありがとうございます。あ、ヘンさん EU な、ヨーロッパなのかな？ちょっと国籍知らないからさ。あ、そうだ。ドイツなんだ、ヘンさん。なるほどね。向こうの動画のコメントでさ、俺が見てて一番おもろいなって思ったやつが、僕の動画のコメントで、ソロ級サバイバーのことをみんな野生って言ってるのが、すごい面白かったけど、本当にその通りだなって思いましたみたいなコメントがあって、確かに野良って英語訳するとワイルドなんだよ。ワイルド、ソロ級プレイヤーのことワイルドって言ってて面白かったけど、まあでも言われてみれば野生の生活みたいな感じだよなみたいな。まあ確かにゴーストフェイズが最下位にいるのにとても驚きました。確かに彼は決して最強のキラーではありませんが、2位で発動できるステルス能力は巧妙なマインドゲームを可能にしますし、即時ダウンも持っています。またギアヘッドのようなパークと相性が良く、簡単に出力を決められるのも魅力的です。ギアヘッドって何のこと言ってるんだろう。英語名でギアヘッドって何のパークなんだ。あ、変速機か。なるほどね。はいはいはい。上手い人のプレイ見ると、ヒルビリー C っていうのはめちゃくちゃ違和感がありますと。この人、海外の配信者さんかな。ヨーロッパでプレイしてますが、レイスが A ティア2にいるのと、ウエスカーが C ティアなのが面白かったって感じかな。レイスはちゃんと使えば強いと思うよって返しといた。まあ、でも全体的にやっぱヒルビリー、アーティスト、ウェスカーかな、やっぱり。ゼノモーフの位置づけには大いに共感します。西洋では高く評価されているものの、私は彼女をよく使っています。DVD の中でモンスター系のデザインは限られているので、感じるのは多くのサバイバーがタレットを発電機の近くに置くため、彼女が高く評価されているという点です。しかし、上手いチームの人は、強いパレットループチェイスポジションに複数のタレットを配置し、タレットを壊させチェイスを中断させ、その後再び設置してを繰り返します。さらにエイリアンは強力なアドオンが制限されるため、責任を持ってプレイしたいならタレットの効果を削ぐために、少なくとも1つもしくは2つのアドオンを使わなければならないのも大きな点です。なるほどね。まあでもこれは本当そうだよね。ただ全部発電機の横にタレット置いてあるだけだったらなんてことないんだけど、チェイスポジ行く途中とかに置いたって繰り返されると一生追ってらんないを繰り返すことになるからきついんだよねっていう、これが本当その通りだと思うわ。
理論値の出しやすさはあんまり考慮に入れてないんじゃないかな。いや、なんかこれ自体は海外だからとか日本だからとかじゃなくて、なんだ、ティア表を作る人次第じゃない？どういう前提条件でティア作ってるかによるから、まあ、僕の場合は僕のティア表はあくまで僕が使った時っていう前提で置いてるんで、すごい個人的なティア表だよっていうのは前提を置いた上で喋ってるんですけど、まあ、なんかそのキラーを使いこなせる人の理論値出してる時みたいなので見たら、それはヒルビリーも三角も評価高いよねっていう気がする。でも現実的にこんだけキラーがいるとそんな使えないからね。チャッキーのナーフは本当にそのキラーを殺してしまったということに同意します。私はチャッキーが大好きで、プレステージ100にしようと思っていたのですが、今は30なので、時間とポイントを無駄にしたように感じます。最近のナーフを戻すか妥協点を見つけてほしいなと本当に願っています。今ではもうプレイする価値がなく、ほとんどアドオンも役に立たないかつまらないものばかりです。嘆いてるね。いや、ほんとそうだと思う。本当にそうだと思います。できれば爽快感戻してくれと。書いておこう。北米からコメントしてます。マイヤーズの位置づけに少し疑問を感じます。もし彼が常に、立ち目目かなを持って評価しているのであれば納得できますが、それを除くと少し違和感がありますねと。でもこの言い方だと多分立ち目目なかったら弱くねってことなんじゃないかな。最近のアップデート良くなったよねって返しとこう。この人はなんかインドのプレイヤーで、なんかめちゃめちゃ貞子について熱く語ってた人だね。これはね、ざっと読んだんで、まとめると、なんか貞子が過小評価すぎると。で、貞子は、他のキラーと違って立ち回りがすごく特殊なので、追い切るんじゃなくて、基本的には奇襲メインで一撃当ててワープする、一撃当ててワープするを繰り返すのが大事だと。で、サバイバーがビデオを撮ると何もできないって言うけど、ビデオを撮った時のテレビがつくクールタイムは70秒で、貞子が飛んだら45秒のクールタイムなんで、ちゃんと飛び続けていれば、そうそうビデオ撮られることもないよ、みたいなことをすんごい熱く語ってるんだけど、もう我々というか、俺の周りのプレイヤーたちはなんかそんな地点は当の昔に通り過ぎていてですね、もう、貞子だなって思ったら開幕30秒でビデオの前で待ってんだよな、みんな。でどんだけ最短で飛んでも、1ワープした時には3人ビデオ撮られてるから、なんか、そんなうまいこといかんのよな。で、頑張って飛び続けたところで、飛んだところのテレビの近くとか、電源のついたテレビの近くで、テレビ消さずに待ってるような人いないから呪いなんてたまんないし、で、一撃入れて、タゲ変える、一撃入れてタゲ変えるをやって、なんか、良くないポジションにいる人をダウン取るみたいなこと言ってるんだけど、なんか、そんな甘いサバイバーいないんだよな。っていう。っていうので僕は、こんだけ熱く語られても、ちょっと貞子の評価は上がんないなっていう感じですね。もちろんなんかこうやって熱くコメントしてくれる人のコメントの中で、確かにそういう使い方すればいいな、みたいなのたまにあるんだけど、ここに関してはちょっと僕は同意しかねるかなって思いましたね。でもしっかり書いてくれたから、俺もしっかり書いとこう。熱量のあるコメントありがとう。あなたの言っている内容はしっかり理解できてます。ただそれを踏まえた上でも私は音量がとても弱いキラーだと評価します。アジア圏の中でも特に日本では、すでに音量の対策がとても浸透しており、生存者は試合が始まると各々別のテレビ付近で待機をして最短でビデオを回収します。発電機修理時も、回復時も、周囲のテレビの電源は徹底して切る、落とすので、呪いが溜まることもそうそうありません。また、多くのプレイヤーがセルフケアと植物学の知識を保持しており、週型のキラー相手の回復場所等もしっかり選んでいるので、中でダウンが取れることもそうそうありません。前のバージョンの音量は非常に強力で楽しかったので、できれば前のバージョンに戻してほしいと個人的には思います。みたいな感じかな。日本人怖ってなりそうな話。先日カナダのズバットさんっていうのかなの配信でティアリストが話題に上がって楽しませていただきました。
特にレイスの評価の高さやビリーの低さに驚いていたようです。あ、本当ですか？ありがとうございます。別のとこでも取り上げてくださったんだ。ツイッチ配信者の方かな？お礼しとこ。ありがとう。ウェスタンプレイヤーです。エクセキューショナーは間違いなく A ティアの上位に位置すべきだと思います。ゲーム内で最強のトンネル能力を持ち、アドオンはひどいものもありますが、いいアドオンが4つあり、そのうち3つは本当に優れたものです。またゲーム内で最も優れたアンチループ能力を持ち、複数のサバイバーを攻撃できる能力もあります。異なる視点を見るのは面白いですねって言ってるね。まあ、この辺もなんか、言わんとすることは分からんでもないんだけど、そんな理論値出ないんだよなってのが、まあ、俺のというか、我々の評価みたいな感じだよね。コメントありがとう。理論値がとても高く、うまくいけば最強クラスのチース性能を持っていることには同意します。しかし、アジア圏ではトンネル防止のため、一撃攻撃を受けてでもトレイルを踏まないサバイバーが多くおり、檻に来る能力がなかなかできません。また、地獄の罰ってちゃんと訳されるのかな？地獄の罰も現実的に 100% ヒットさせることは難しく、高速移動能力のないエクセキューショナーは私の評価ではどうしても A ティアには届きませんとっていう感じかな。英語コメント返すと楽しいな。あなたは間違っていませんし、このティアリストに賛成です。英語圏の人々はティアリストの作り方について学ぶべきだと思います。マジ。なんでそんな褒めてくれてんだ、この人。ありがとう。ありがとうって返事しとこう。マイケルはどんなビルドで使われてるか知りませんかと。マイケルのビルドってどう英語で返したらいいんだろうな。ベスカ C でネメシス B になってましたけど、ネメシスそんなにやれますか？俺の感想としては、比較的ネメシスの方が安定感のある試合が多いって感じかな。まあでもどうだろうな。もうちょっとウェスカー練習したら全然ウェスカーの方が強いのは、わからんでもないから、まあその辺はちょっと入れ替えてもいいかな、正直。っていう気はする。まあかといって、どっちも A に行くかって言われると A には行かないなみたいな感じなんで。まあ、B、C ら辺は割とふわふわしてるって感じかな。公式ウィキで見ればいいか。マイケルのアドオン、英語名。多くのプレイヤーはアドオンにマイヤーズメモリアル。最近だと髪の毛の束か。あとは、ジジスの日記かなあたりも使うよね。弱体化された墓石のかけら、あまり使用しません。パークは、もてあそばれる獲物を使うか、使用する方が多いですが、とどめの一撃って、英語名なんて言うんだ？あれ誰のパークだっけ？とどめ。ツインズか？多くのプレイヤーはアドオンにマイヤーズの思い出、髪の毛の束、ジュースの一気などを使用し、弱体化された宝石のかけらはあまり使用しませんと。で、雲でチェイス短縮する人も多いですけど、とどめの一撃とかも使われます。みたいな編集にしときます。そうだね、フランス語だった。スカルマーチャントは弱体化前にどのように見られていましたか？これ、気になるな。スカルマーチャントは初期の能力では試合時間がいたずらに伸びるとても面倒なキラーと評価されていました。一つ前のバージョンの彼女は探知負荷能力を自由に使える点で手軽に奇襲ができるという探知負荷能力を自由に使えて手軽に奇襲ができるという点で嫌われていましたが、強さは初期ほどではなく、そこまで強くないという評価でした。今では存在していないのと同じ扱いをされていて非常に悲しいです。これどうですか？ゴスフェファンの人だな。かわいそうなゴーストフェイス。最下位に置いてるけど。キャラクターは好きだからもっと強くなるといいねって書いておきましょう。ヨミさんこんばんは。あ、そうだ。ヘンズさんの動画さ、コメント欄は翻訳できるからバンバン見てたんだけど、本人が喋ってることをちゃんと聞き取れないんで、俺。
英語ちゃんとわかるニキニキ、なんかどういう会話されてたかちょっとよかったら教えてほしい。あ、この人はヒルビリーとウェスカーとアーティストの扱いが信じられんっていう人だったね。ふむ。そんな感じで、まあ、結構コメントもらったな。ありがてえ。まあ、なんかアプリ系とか、そうだな。こういうキラー評価系みたいな動画は、なんかこうやってちゃんと字幕つければ交流になって面白いなと思ったんで、まあ、今後もこういう動画ぜひ出していきたいですね。はい。というわけで、ティア表の動画にいただいた英語コメントに返してみる動画でございました。皆さんもどう思ったか改めてコメントいただけると嬉しいです。じゃあまた次回お会いいたしましょう。またねー。